んにちは。私たちはこの軽自動車で2人で暮らしながら日本一周をしています。私たちのチャンネルでは一番最初に車内紹介の動画を出したんですけれども、それから約2年が経っていろいろ旅の中で改善するところもあったので、今回はこの車の完全版をご紹介します。では車内紹介していきます。これが私たちの生活空間です。軽自動車なので広くはありませんが、運転席を倒してその上にマットを引くことでより広い空間を作っています。縦の長さは195センチ、横幅は120センチ。セミダブルベッドと同じサイズです。2人で寝るときはこんな感じです。キッチンをつけた分、車内の空間は狭くなりますが、台の下に足を入れることができるので、足を伸ばして寝ることができます。まず2年前と比べて一番変わった部分がここの電力の部分になります。何が大きく変わったかというと、前は電気を充電する方法がソーラーパネルのみだったんですけど、現在はソーラーパネルと走行充電の2つで充電するようになってます。なのでここのコントローラーが大きく変わりました。電気の部分で言えばこの充電の部分と、あとバッテリーの部分も変えなあかんかったよな。そうね。バッテリーはこちらです。でバッテリーに関しては鉛バッテリーからリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに変更しました。このバッテリーに変えてからはもう一気に電気も安定するようになって、何やろうな、もっと早く変えとけばよかったよな。このバッテリーの取り付け方や、使ってみた使用感などについては別の動画で出してます。はい。はい、じゃあ次の変更点。次はキッチンです。はい。いつも座って調理するので、手が届く範囲内で調理できるように変更しました。例えばこれティッシュ取ったり、ラップがあったり、塩コショウ、調味料、キッチンペーパー、アルミホイル、仕上げの調味料とかはここに。で、食器類や鍋類は私のこの下に収納してます。この引き出しはテーブルを置いて外でキャンプをするときにも使えます。こんな感じです。OK。朝食は基本的にこの埋め込み型の IH を使って調理します。ここは調理台にもなるし、蓋を開けたらシンクになります。一応壁の裏にモーターをつけてるので、こうやって水も出ます。ちょっとうるさいけどね。モーターうるさい。歯磨きもここでしてます。はい。他にみりんとか酒とかその他調味料はここに入れてます。晩ご飯の時はこの大きな IH を使ってます。電力が十分にできたので今はこれだけで調理してます。でも一応キャンプの時とかに使えるようにガスコンロも1台は持ってきてます。この中は2年前と変わらずぐちゃぐちゃです。ちょっと汚いな。変更してない点です。こんな感じで、はい。ついでにここ、冷蔵庫です。はい。お酒飲むのが好きやから、もう絶対にこれはあってよかったのと、あとこのちっちゃい冷凍も意外と助かってる。浅いから使い道ないと思ってる。凍りすぎと最近使ってなかったから張り付いとった。本来はこんな感じ
やね。こんな感じ。設定温度間違えとうかもしれん。そうやな。マイナス2度。まあいい感じ。こんな感じです。はい。あとここ天井収納。ここは特に変わってないんですけど、入れるものが変わったかな。左からゴミ袋、ドローンで、私たちのお風呂セット。一番最後は後で説明します。タオル類は結構増えて、化粧水とか綿棒とかそういったものを入れてます。後方の天井収納には台拭きとか、あとは熱いお鍋を持つ時のミトンとかを置いてます。こんにちは。はい。YouTube チャンネルある？あります。あります。あ、本当ですか？ありがとうございます。今からバンを DIY する。そうしようと思って。あ、本当ですか？見ますか？なんかもうめっちゃ見ていいんですか？はい、全然いいですよ。ちょっとすいません。思います。映りますか？いやいや、ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。すごい。はい、ぜひ。あ、すごい。あ、どうぞどうぞ。ちっちゃいですけど、じゃあはい、見てください。あともう一つ質問が多いのが、調理中の換気について。このカーテンを閉め切ってて換気はできてるんですかって聞かれることが多いんですけど、この窓に網戸をつけたので調理中はもう窓は開けっぱなしで虫も気にせず換気できてます。あとこれも、ここ私たちの玄関で靴入れなんですけど、この氷がすごい抜けやすかったからこういう風にちょっと補強しました。あとここにスニーカーとちりとりも掃除用具も置いてます。次にマットレスを外した車内はこんな感じです。床下の収納スペースは6分割にしています。床下に収納しているものは、ここが給水と排水タンクで、ここが食器や鍋類で、ここが調味料類、ここが工具類、冷蔵庫、最後が衣類や洗濯物を置くスペースです。見てもらったら分かるように、私たちの車にはトイレもシャワーもついていません。最近海外の視聴者の方にそのトイレとシャワーについてよく質問いただくんですけど、日本は温泉とか銭湯、あとはネットカフェで200円とかでシャワーも浴びれたりするので、お風呂に困ったことはほとんどないです。トイレに関しても道の駅やコンビニ、スーパー、あとは公衆トイレなども、施設を利用した時に使わせてもらうことが多いです。衣類の収納についての質問ですが、よく使う衣類は床下に、かさばるものはルーフキャリアに積んでいる前方のボックス2つに入れています。あとは椅子代わりの脚立とソーラーパネル 100W2 枚を載せています。次は運転席周りです。普段のお昼ご飯は軽食を買って運転席で食べることが多いです。なので旅の途中で運転席周りも快適になるように DIY しました。これ自作のセンターコンソールです。ティッシュもすぐに取り出せるので食事中にはかなり重宝しています。旅先では DIY できる場所が限られているので、港南の DIY コーナーを利用しました。工具の貸し出しもあって非常に助かりました。なんか他に出てきた。これに出てきた。うわ、ラッキー。ラッキー。シートベルトつけながらやってるやん。ありがとう DIY 副担当。純正のものだと少し小さくて収納スペースが足りないなと感じていましたが、自分たちの生活に合ったセンターコンソールが完成し満足しています。あと私は化粧も助手席でします。グローブボックス内に
化粧品とヘアアイロンを入れていて、コンセントも近くに増設しました。こちらには USB のタイプ A とタイプ C、 あとシガーソケットもあります。ここでバッテリーの電圧を確認できるのも気に入っています。これのおかげでスマホも充電しながら朝の準備もできるようになってかなり助かっています。運転席側では編集作業をしやすいようにハンドルにつけられる折りたたみテーブルを購入しました。普段はカフェとかマクドナルドとかに行くことが多いんですけど、そういった店舗がない時にこうやって車で作業することもあります。僕自身はこじんまりしたところが好きなので結構気に入ってます。ここのデスク、充電も近いしな。充電もさっきのコンセントから持ってきたり、あとここでももう PC スタンドをこうやって置いて、もうこれで姿勢も心地の良さ抜群。口の良さがもう完璧やね。かなり狭いデスク横から見たらどうなの？狭そう。編集作業などはこんな感じでやってます。きれい。日が落ちてきたので最後に夜の車内もお見せします。木材と単色の電球のおかげで小さなログハウス風の車内になり、2年経った今も気に入っています。以上がこの車の完全版です。実際一番大きく変わったのは電気周りです。あとはティッシュを収納する場所を作ったり、コンセントを増設したりとか、そんなに大きい変化はないよね。実際見た目はそんなに変わってないかもしれんけど、生活する上ではいろいろ便利になったのが多いな。こんな感じです。はい。2年間かけて満足いく形にはなったんですけれども、唯一まだ改善したいところがあるとすれば、この床下にインバーターと冷蔵庫があるので、夏はすごい熱がこもるんよね。やっぱりそのせいで夏の車中泊が厳しかったので、そこはもうちょっとなんとかしたいなとは思ってます。はい、一番大事なこと言うの忘れてるんじゃん。一番質問が多かった車検についてなんですけれども、この車は今年6月に無事車検が通りました。安心やな。安心今回は、この車についてご紹介したんですけれども、車中泊の生活についてもいくつかご質問いただくことがあるので、それについてはまた別動画でまとめようと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。終わりました。終わりました。めっ外真っ暗やん。ちゃ真っ暗。ハンドルにかけるデスクです。